2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー33。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。 N ワゴンカスタム L ターボには標準で急速充電用 2.5A USB ジャックが搭載されています。でも Galaxy の充電方式は進化していて S25 は超急速充電 2.0 なのでこれでは能力が足りません。標準充電器で S25 に充電すると緑表示になり超急速充電 2.0 の青色表示にはなりません。 USB をつなぐとこんな感じで緑です。そこで今回はこの超急速充電モジュールを使って充電電源を N ワゴンに取り付けます。ウェブページに載っているモジュールのスペックです。価格は送料込みで880円でした。形がコンパクトなので製作にはネックが多いですが試行錯誤してみます。それでは動画の続きを最後までご視聴ください。計画。モジュール収納ボックスの寸法図です。ボックスは高知の TW425 です。側壁は垂直ではなく傾きがあります。スイッチをつけるので 19×12mm の穴を開けます。この場所です。切り込み方法は説明欄の URL から過去動画をご視聴ください。スイッチプレートは 21×14mm なので少しずつ削って収めます。収まりです。シビアで上にも下にもずれることができません。基板の収まりです。両端は 1mm ずつ基板より飛び出ています。蓋を止めるボスに2箇所基板が当たるので少し削って収めます。 USB の開口です。この位置と寸法で楕円穴を開けます。両端に 3mm の穴を開けて少しずつ削ります。うまくいけばこんな感じになります。スイッチの収まりです。このような形で製作を進めます。モジュールの紹介。 TD 急速充電モジュールが届きましたので開封します。メール便ですが宅急便でなくともこれで十分です。 A4 コピーの説明書とともに届きました。想像していたより小さいです。大きさ基板サイズは 44×20×1.6T です。一番高いところで 13mm です。基板より両端が飛び出ているので全長は 46mm です。このようなモジュールです。説明書をチェックします。説明書はサイトをコピーしただけのようです。説明では入力8から 30V で最大 20V3A の PD 出力とあります。制作の流れ。今回手持ちのケース高知製を使って車載用 PD 電源を作ります。両端が基板から 1mm ずつ飛び出ているので収まりを確認します。どうやら飛び出た USB をケースに飲み込ませれば取り付け可能なようです。
それにしてもぴったりなケースです。処分しなくてよかったです。図面のように蓋用のボスに基板が当たるので加工が必要です。穴開けが大変ですが、他に難しいことはありません。これも手持ちのロッカースイッチです。側面の穴開けは壁に傾斜があるので墨出しが難しいです。基板の空きスペースを狙うとこんな感じです。リードが長いので切断しますが、あとはなんとかなるでしょう。この電源ジャックはスイッチの都合で外します。スイッチのための配線切り回しができないのです。穴開けの際はコネクターの飲み込みもチェックします。この面に慎重に楕円穴を開けます。それでは加工に進みます。ボックスの加工。これは高知の TW425 で壁厚は 2mm です。まずこの USB の穴を開けてボスに当たる基板の一部を削ります。必要最小限にするため少しずつ削ります。ボックスに重ねて具合を見てみましょう。このコーナーです。ボックスに重ねてみると削る部分はほんの少しで良いことが分かります。これで取り付け可能なので楕円穴を開けます。図面に従って楕円穴を開けました。両端にミニドリルでパイロットホールを作ります。あとは 3mm のキリで穴を開けてヤスリで楕円を作ります。鉛筆で描いた線を消しています。少しずつ削ってぴったりになるよう調整します。そこにあった受け2箇所は撤去しました。蓋取り付け用のボスの部分を削りました。基板を丸型に削ったところを当ててチェックします。穴のクリアがシビアなので収めづらいですが、これで OK です。どうでしょう。こんな仕上がりになりました。蓋を閉めてみます。 OK です。USB を差し込んでみます。良い感じです。こちらには電源用の穴が必要です。この電源ジャックは撤去します。スイッチをつけるからです。スイッチの取り付け。先ほどのロッカースイッチです。このジャックを外して取り付けます。このようにしてリードは短く切ります。これからここに穴を開けます。穴開け方法については説明欄の URL から別動画をご視聴ください。穴を開けました。12×19mm の穴から始めて少しずつ削ります。基板はボックス底にぴったりで
スイッチはその上に乗っています。5ミリほどリードを切りました。これでスペースが増えてスイッチを反転させることもできるようになりました。収まりはこのようになります。この出来方で上にも下にも動かせない理由がお分かりだと思います。蓋を閉じてみます。大きさは蓋面で 50×35、 厚さ 20mm です。これならどんな狭い場所にも設置できると思います。これからハンダを吸い取って電源ジャックを外します。この吸い取り線を使えば簡単に外せます。引き続き動画をご視聴ください。電源ジャックの撤去。ハンダ吸い取り線を使って不要な電源ジャックを外します。このモジュールは別サイトでジャックなしのものもありました。当然そちらの方が安かったです。次回はそれにします。ハンダを吸い取ったのでこれでジャックが外れます。外れました。取り跡をアルコールできれいにしておきます。これくらいで良いでしょう。接続口のチェック。接続口のチェックをしておきます。テスターで導通を当たるだけです。ジャックの接続跡とプラスマイナスを導通チェックします。マイナスです。プラスです。下がプラスで上がマイナスです。表示がありますが、こちらがプラスでこちらがマイナスです。確認できました。収まりの確認。ボックスの加工が終わったのでモジュールとスイッチの収まりを確認します。ジャックがないのでスペースができました。楕円穴に入れます。プラスチックの厚みが 2mm なので USB の先端は表面から 1mm 引っ込んだ形です。スイッチを取り付けます。ジャックがないので良い感じになりました。蓋を閉じてみます。もうワンサイズ大きくしても良かったかもしれませんが、うまく収まりました。これからこちら側に8ファイの電源穴を開けます。電源線をハンダで接続したらモジュールはグルーガンで固定します。それでは穴開けに進みます。ケーブル導入口。これは手持ちの5ファイゴムブッシングです。取り付け穴は8ファイでホームセンターにあります。8ファイの穴を開けているのでそこに取り付けます。できました。今回はここまでで動画は次回に続きます。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。